フリーアトリエせいへようこそ、せいです。今回ご紹介するのは、異世界少女漫画4000第1弾。昨今、大人気の題材の異世界。ただの恋愛漫画では終わらない異世界を舞台にした少女漫画がたくさんあります。100作品以上、異世界漫画を読んできた私せいが、特におすすめの4作品を紹介していきます。今回紹介する作品の共通点は2つ。1つ目は、原作小説があること。今回紹介する漫画は、すべて小説家になろうで連載されている小説のコミカライズです。2つ目は、少女漫画であること。販売サイトにて少女漫画に分類される作品に絞ってご紹介します。第1弾といった通り、この動画はシリーズ化する予定です。異世界少年漫画を紹介している動画もありますし、他にもたくさんの漫画を紹介していくので、ぜひチャンネル登録をして更新をお待ちください。それでは、あらすじやおすすめポイントとともに紹介していきます。1作目は、私は没後主義な解決担当の王女である。漫画家は米田和沙先生、原作者は豆ちょろ先生、キャラクター原案は藤光也先生です。出版社は角川で2025年4月時点で6巻まで刊行されています。米田先生の体の都合上休載が続いておりましたが、先日3月17日に約2年ぶりに最新第6巻が発売されました。大好きな作品のため、お体に無理がないよう、しかし続きが読めることを楽しみにしています。原作小説も小説家になろうで連載中です。あらすじです。本作の最大の特徴は、BL 小説の世界に異世界転生するという設定です。一見、よくある異世界転生ものに思えるかもしれませんが、転生先が BL 小説の世界という斬新な発想。高血の王というその BL 小説は、主人公である男爵家の少年シルと第一王子セリウスが恋に落ち、数々の困難に立ち向かっていく物語。主人公カップルだけでなく、男×男カップルが当たり前の世界で、お世継ぎ問題を解決するためだけに小説に登場する、王子の妹オクタビアがいました。主人公は、このオクタビアに転生してしまうよね。女子だったマキは、BL に抵抗感はないものの、前世でできなかった恋愛もしてみたいし、原作通り、自分の子供をお兄様の養子にしていいよ、なんて言えないわけです。そのため原作と違って、兄とギスギスした関係になってしまいました。兄に愛する者がいないお前には、俺たちの気持ちはわからない、と言われてしまったオクタビアは、とっさに、私にも恋人がいる、と嘘をついてしまいます。2週間後にお披露目するよう言い渡されたオクタビアが、恋人探しを始めるところから物語が動き出します。おすすめポイントは3点。1つ目は謎が多く先が読めない展開です。オクタビアは原作となる小説の最新刊が発売される前に転生してしまったため物語の全ては知らんのよね。そのためオクタビアも読者と同じ目線でこの世界の謎に迫っていきます。小説の主人公シルの出生の秘密、歴史から抹消された女王、転生後の世界を作った神のような存在、幼い頃の記憶を失っている兄王子、隠された歴史を夢で見る弟王子など、とにかく謎が多く続きが気になります。2つ目のおすすめポイントは護衛騎士クリフォードの存在です。クリフォードは1年前の戦争で敵味方問わずほふり、地獄オンカルヌの使者と呼ばれている人です。オクタビアはそのことを知らず、どれにしようかなって彼を護衛騎士に選びます。銃という希少な戦闘民族でとにかく強いクリフォード。普段は護衛騎士として済ましてるんですが、時折見せる不敵な笑みや剣を握った時の荒々しい様子が、読者の心をつかむ魅力的なキャラクターです。最強の男と彼が唯一使える少女っていう設定がたまらんよね。最後3つ目のおすすめポイントは、美しい絵と見やすい小回りです。原作のお話自体が面白い本作ですが、米田先生が描かれる絵もとても好きです。コロコロと表情が変わるオクタビアは本当に可愛いです。また、可愛いだけでなく、喜怒哀楽すべてが絵から伝わってきます。護衛騎士のクリフォードももちろんかっこいいですし、ここだというところで、大駒の演出が入るため、読んでいて飽きません。背景の書き込みも多く、戦闘シーンもかっこいい作品です。そう、少女漫画なんやけど、バトル漫画か、ってくらい戦闘シーンが多いよね。ただ恋愛するだけの少女漫画じゃ物足りない、という方にもおすすめな作品です。2作目は最強の鑑定士って誰のこと？満腹ご飯で異世界生活。漫画家は藤原理香先生、原作者は稲戸節香先生、キャラクター原案はしそ先生です。出版社は角川で2025年4月時点で11巻まで刊行されています。原作小説も小説家になろうで連載中です。あらすじです。本作のキーワードは異世界転移とグルメです。男子高校生のユーリは下校中突然見知らぬ場所に転移しました。与えられたスキルは神の瞳、レベル無限大、鑑定系のスキルでいわゆるチートってやつですね。転移後最初に出会った人が所属していたクランに飯当番として居候することになったユーリ。クランメンバーや町の人たちと交流しながら異世界での生活を楽しむというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目は乙女の主人公です。男子高校生が飯当番なんて大丈夫と思うかもしれませんが、問題ありません。なぜならユーリは乙女だから。昔、乙女という漫画がありましたね。乙女とは、綺麗なものや可愛いものが大好きな男性のことです。女性になりたいわけではありません。ただ、そういうものが好きというだけです。料理や掃除、裁縫などもそつなくこなしますし、しまいには、女の子の髪アレンジまで、有利にうちに来てほしいなんて思ったりします。2つ目のおすすめポイントは、ほのぼのした展開です。のほほんとした性格の有利、元の世界に帰ろうとせず、帰れないことを嘆きもせず、スルッと異世界に馴染んでいるところが不思議です。他の作品だと、そういう主人公の心理描写が気になりそうなものなのに、なぜか本作は気にならないよね。料理がメインだからでしょうか。それとも、有利のマイペースさが影響しているのでしょうか。細かいことは気にしないでいいよ、という、有利の声が聞こえてくるようです。最後3つ目のおすすめポイントは、魅力的なクランや街の人々です。基本的に1話完結の連作短編形式で描かれる本作には、多くのキャラクターが登場します。
クランメンバーの胃袋をがっしりと掴んだユーリ。同い年くらいのクランの新人メンバーとわちゃわちゃ絡んでいるシーンも読んでいて楽しいですし、年上のメンバーをまったり癒している回も好きです。個人的な推しはユーリをひよってくれたクランのリーダーであるアリーさんです。ユーリよりは弱いものの鑑定能力を持っているアリーさん。地位と能力を持っているのに警戒心がなくてマイペースなユーリに振り回されては頭を抱えている苦労人です。料理や食材の絵がリアルで読んでいるとお腹が減ってくる作品です。ぜひ満腹の時にお楽しみください。3作目は魔法世界の受付嬢になりたいです。漫画家は米先生、原作者はまこ先生、キャラクター原案は丸先生です。出版社は角川で2025年4月時点で8巻まで刊行されています。原作小説は小説家になろうで連載されており、全3巻で完結済みです。あらすじです。魔法が身近にある世界。主人公のナナリーの夢はハーレの受付のお姉さんになること。ハーレとはハマシに依頼を紹介してくれる機関のことです。受付のお姉さんといえど魔法で戦えて王国の魔法学校で上位に入れるくらい優秀な人しかハーレの職員にはなれません。両親に難しいと言われたけど諦められなかったナナリーは猛勉強をして魔法学校に入学しました。同級生には公爵の息子や王子、貴族たちがたくさんいますが、庶民の意地を見せて一番になれるように頑張るというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目はライバル関係です。ナナリーは猛勉強のおかげで学園でも好成績を収めます。しかし、どうしても一人勝てない人がいました。それが公爵子息のロックマンです。10歳頃の入学以来、ナナリーは万年に負けん気が強いナナリーは闘志を燃やし、ロックマンはそんなナナリーにちょっかいをかけるという関係です。ナナリーに恋愛感情はありませんが、ロックマンは様子が違いそうです。ただ、この2人が結ばれるには大きな壁があるよね。それが2つ目のおすすめポイントです。2つ目のおすすめポイントは身分の差です。ナナリーは平民、ロックマンは貴族の中でも王族の次に地位が高い公爵で、2人の間には身分の差がありました。ナナリーが暮らしている国では平民と貴族は結婚できない決まりです。もしナナリーが恋愛感情を抱いたとしても、2人の恋には大きな障害があるのです。その決まりがあるからか、ロックマンもナナリーのことを大切に思っているし、嫉妬もしているよね、という描写があるのにナナリーに気持ちを伝えたり、アピールすることはないのです。この大きな障害をどう乗り越えていくのか気になります。最後3つ目のおすすめポイントはハイスピードな展開です。第1話で魔法学園に入学したナナリー。このまま学園生活がお話の中心になるのかと思いきや、学生生活は一貫でさらっと過ぎて、卒業後のお話の方が比重が多いよね。最初読んだ時はあまりの展開の速さに驚いたんやけど、卒業後のお話も面白いので満足しています。無事ハーレの受付のお姉さんになれたナナリー。仕事をこなしつつ、お祭りや友人たちと旅行を楽しんだりします。騎士団に入ったロックマンとは離れてしまいましたが、定期的に2人の絡みはあるため、恋愛要素が読みたいという方にも安心して読み進めていただける作品です。4作目は勇者様の幼馴染という職業の負けヒロインに転生したので調合師にジョブチェンジします。漫画家は鏡襟先生、原作者は春峰先生、キャラクター原案は花勘ざらし先生です。出版社は角川で7巻で完結済みです。原作小説は小説家になろうで連載されており全2巻で完結済みです。あらすじです。主人公ラウラは魔物に襲われそうになったところ幼馴染のルカーシュに助けられます。このことをきっかけに自分が RPG の世界へ転生していることに気がついたラウラ。ゲームの中で成長したルカーシュは勇者となり魔王討伐の旅に出ます。一方ラウラはルカーシュに恋をし一人村で待ち続ける役もあり、しかしルカーシュは旅先で出会った他の子と恋に落ちるためラウラの元に帰ってくることはありませんでした。このままではゲームと同じ負けヒロインになってしまう。そう考えたラウラは将来村から出るため村外れに住む超豪ババに弟子入りするというお話です。おすすめポイントは3点。1つ目はルカーシュの心理描写です。負けヒロインから脱却すべくルカーシュと距離を置き始めるラウラ。この時の置いてけぼりにされたようなルカーシュの表情が切ないよね。転生した記憶を思い出す前は村の同世代の中でも特に仲が良かった2人、一番仲良しだったはずの幼馴染が突然距離を取ってきたらそりゃ悲しいに違いありません。その後も勇者の力が宿った目を不安がったりかと思えば成長してみんなを守りたいと決心したり、勇者の幼馴染であるラウラ視点の物語だからこそ描ける勇者の素顔が見えます。物語の中では記号的になりがちな勇者ですが、本作ではキャラクターの心理描写を丁寧に描いているところが魅力的です。2つ目のおすすめポイントはラウラの才能です。その後成長しルカーシュよりも一足早く村を出たラウラは王族調合師の見習いになります。転生者の特権なのか調合師としての才能があったラウラ、その才能を見込まれて見習いからすぐに昇格したり力を貸してほしいと頼まれたりします。アルノルトはゲームのパーティー仲間だった少女の兄で妹の病を治す治療法を探していたんよね。この治療法を探すというエピソードが本作の中心になっていきます。最後3つ目のおすすめポイントは三角関係の要素です。ラウラ、ルカーシュ、アルノルト、この3人の関係が読んでいて気になります。転生したことを思い出して以来ルカーシュと距離を置いてきたラウラでしたが、中学生くらいの年齢になっても2人は仲良しです。もちろん恋人ではないもののハグをしたりは当たり前の関係でした。一方調合師の先輩であるアルノルトは
ツンツンしたキャラではあるものの、情報誌としてのラウラの腕を誰よりも認めている人です。一体ラウラはどちらと結ばれるのか。実は漫画版は原作の途中で完結したため、この答えは出ていません。ただ、原作小説では答えが提示されているため、どんな結末になるか気になる方は、ぜひ原作小説も合わせてお読みください。以上、異世界少女漫画4000第1弾でした。気になった作品はありましたか？これが気になったよ、とか、読んだことがあるよ、など、感想があれば、コメントいただけると嬉しいです。概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があればチェックしてみてください。この動画が良かったなと思う方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。